レビュー第2弾モッチュリンを買ってきました。ちなみに買ったのは昨日。モッチュリン1日寝かしたらやばそうじゃない？めっちゃまずそう。ちょっと匂い嗅ごうと思ったけど嗅げへんわ。なんでこんな汚れてるんやろモッチュリンめちゃくちゃなんか食いしん坊みたいになってる。なんかパーマかけました。そう、パーマかけに行ったんよ。昨日かけに行って開封します。どういうこと？そういうことか。モッチュリンさ、もうきなこは1回食べてて、今回になってから最初のシリーズは食ってないけど、なんか変わったらしいな。最初出た時よりもち感が増したみたいな。それによってちょっと持ちすぎという意見やらというか、持ちすぎという意見があるらしい。で、なんかきなこは売ってなかった。なんかみたらしが全部場を占領してて、きなこが売れたんかな。いただきます。当たってるこれ。やばい、何も味考えてなかった今。って感じ。まあなんか特別うまいとかはない。普通にでも1日置いたせいかな。ちょっとオールドファッション食べる。やっぱ僕はもうコーヒーと合わせるものやと思ってるんで、ドーナツは。だからもうオールドファッションが結局やっぱこの口の中の残り具合とコーヒーでこう流せるのがちょうどいいんで、やっぱ最強はこいつ。なんか美味しいな。昨日買ったのに全然美味しい。涙出るわ。うわ、鼻めっちゃ通る。空気うま。なんか何この裏のこの白いのは。なんかあれなんやな。単純にそのみたらしかけてるだけじゃなくて、なんかコーティングしてからみたらしかけてるのかな。すごいな。こんなにさ、ミスドを警戒しながら食べたことない。すごい汚れる。なんかもうミスドのさ、この紙袋もみたらしがついてて、ここに。なんか袋持ってるときベタベタするなと思ったらついてて。店員さんも多分手ベタベタなんやろな。で、ちょっと昨日ちょっとなんか、おもろいことがあって。声張りたくないからマイクで。ボソボソ喋るわ。昨日あったおもろいことというか、その美容室に行くのが昨日2時やったんやけど、最近マジで寝れへんくて、ほんまに最近寝つきが悪くて、昨日お昼とかに起きたんよ。それでまあちょっと散歩して、朝から日光浴びてちょっと準備して行くみたいな感じで行ったんやけど、その家から駅までちょっと離れてんの。僕家からこう出るときにこういろんなものさ確認せなあかんやんな。どれ持ったかな、これ持ったかなとか、服これ着ななとか、なんかいろんなこと確認せなあかんやん。なんかその
それに結構疲れちゃうから、もうある程度着る服とかももうパッて決めて、あんま考えすぎずにもう早く出るように結構してて、それでまあとりあえず持つ荷物だけ、とりあえず財布とかそういうのだけ考えて出るんやけど、その駅までチャリで行って、駅にチャリ止めまして、そこからホーム向かう途中にこうイヤホンつけて、耳にこうつけて、なんか音楽聴こうかなとか思って、ほんで最近なんか Spotify が開けへんくなって、なんか急にログインを要求されるようになって、もう数年前のパスワードとメールアドレスやから、パスワード変更もできひんし、パスワードも覚えてない。だからイヤホンつけて、そういえば Spotify 聞けへんわとか思って、まあでもなんか YouTube で流すかと思って携帯探したら携帯がなくて、あれみたいなカバンもこうやって見て、携帯ないみたいな、これやってるなと思って、絶対家に置いてると思って、で取りに帰ろうかなって考えたんやけど、家から駅までちょっとあって、距離が、そこから取りに帰ると40分ぐらい多分遅刻することになるんよ、美容室に。40分遅刻したら多分もうやってもらえへんやん。40分って10分とかやったら大丈夫かもしれんけど、40分遅刻されたら次のお客さんとかにも影響するやん。だから多分やってもらえへんなと思ってし、それはだいぶ迷惑になるなと思って、でももうちょっと今日しかないみたいな日やったから、もう散髪美容室行けるのが今日しかないみたいな感じだったから、なんか無理や、ドーナツ2個食えへんかも。ちょっと甘すぎるな。やったから、もう携帯を諦めたわけで、携帯諦めて、うわもう行くしかないと思って、で駅が東横線の学芸大学前やったんよ。だからちょっと自由が丘でちょっと特急から各駅停車に乗り換えみたいな感じやって、だから計3回乗り換えることになって、それを携帯なしでまあいけるかみたいな、ちょっといけるかみたいな、その美容室もまだ2回しか行ってないし、と思って、でもうしゃあないから行くしかないってなって、で切符もさない、スイカがないから切符を買うしかないわけで、切符売り場行って切符買って、こう上でさ、どこどこ駅何円みたいな書いてあるやん。あれもう中学生ぶりとかに見たかな。あれをこうやって見て、学芸大学とか探して買って、ね、小銭パーって入れて、キャッシュレスも使えへんやん。もう携帯がないから、もう財布だけしかないから、小銭入れて、で切符取って、で改札もこうやって切符パッて入れて、ピュッて出てきたのパッとこう取って通るみたいな、あれめちゃくちゃ恥ずかしい。なんか今やるの、まだ田舎やったらさまだいるかもしれんけど、もう東京なんて誰もそんなことしてないわけやん。だからめちゃくちゃ恥ずかしくて、もうできるだけなんか若い子に見られたくないなと思ってもう頼むから見んといてくれと思って、みんなピーとかやってんのに自分こんなさ切符こうやって持って、あれ入れるときなんか大変じゃない？この隙間にさ、こうやってこういう感じで、そしたらなんか雑にピンって引っ張られてさ、こっちは丁寧にこうやってこうやって入れてんのにさ、もうちょっと入った瞬間ピロンってこう吸い込まれてさ、ピロンパンみたいなさすぐ出されて、出てきたと思って、もうなんか取るのも恥ずかしいし、で取っていって、まあしばらく電車乗ってて、でも携帯もないし本とかも持っていかんかったから、何もすることがないと思って、だからとりあえず自由が丘で乗り換えやなと思って、こう
次何々駅とかのあれで見てて、んでもう携帯がないから時間もわからへんわけで、今自分が遅刻してんのか間に合ってんのかっていうのがわからんかったんよ。でも感覚ではちょっと遅刻しそうやなって、なんか20分ぐらい遅刻してそうと思って、でうわ連絡したいわと思ったけど、まあもちろん連絡なんてできひんわけ、携帯持ってないから。でもうすることないからこうやっていろんな景色、窓の外の景色見たり、なんか乗ってる人見てたり、何してんのかなとか思って見てたり、でもう隣に座った人がもうこうやって携帯触ってさ、すごいなんかいいなと思って、時間見れるのいいなと思って、まあ電車であんま携帯見えひんねんけどいいなと思って、その時だけ時間見れんの。もう聞こうかなと思ったもん、隣の人に。すいません今何時ですかって言って、で乗り換えって自由が丘で合ってますよねとか聞こうと思ったけど、さすがにやめたな。でもちょっとやってみたかったけどな、そういうの。でも携帯見ずにこうやってポカーンとしてるとなんかやっぱ暇なんよ。暇やからなんかとりあえず誰か喋ってほしいからなんか会話しようかなっていう気になる。だからみんなが電車でこう携帯持ってなかったら、なんかもうちょっと隣の人と喋る人とかさ出たんやろなっていう。もうそんな携帯持ってない人がいる時代に僕あんま生まれてないから、中学ぐらいからもう大体持ってるし、なんか昔はもうちょっとな、たまにおばあちゃんとかがさどこ駅で乗り換えたらいいのみたいな聞いてくるけどさ、まあそういうのがさコミュニケーションになってやっぱいいよな。だから携帯ないともしかしたらもうちょっと会話も生まれるのかもしれないって思いました。でなんかすごく梅雨、ちょうど梅雨明けかな、梅雨明けしてすごい天気が良かったわけ。そしたら前のシートにすごいいい光が入ってて、そのなんか電車のさシートに入る光、誰も座ってないシートにこう光が差して、窓の光と照らされた座席みたいな、あれ結構好きで、綺麗やなとか思って写真撮ろうと思ったら、写真撮れへんなと思って、携帯ないし。だからもういろんなことしようと思ったら、時間見ようと思うたびに、時間見ようと思ったら携帯ない、写真撮ろうと思ったら携帯ない、連絡しようと思ったら携帯がない。もうすごいなと思って。でまあなんとか乗り換えも達成して、美容室の位置も駅からどっち方向に行ってっていうのをまあなんとか覚えてて、んで美容室着きまして、やばいと思いながら着きまして、まあとりあえず着いたら謝らなと思って、んで着いたら DM 見てくれたって言われて、美容師さんになんて送ってましたって言ったら、何時に着くって聞かれてたっぽくて、ごめんなさい僕携帯忘れちゃってって言って、まあそのいろいろちょっと説明して、ちょっと携帯忘れて取りに帰ったらもう40分も遅れるし無理やなと思ってちょっと諦めてきましたとか言って喋って、でもまあなんだかんだちょっと楽しかった。なんか平成味を感じた。ちょっとその電車とか乗っててもさ、電車の中の時間ってこうやっぱ今時ってもうほんまに電車の中なんか暇、究極に暇やん。ほんまにすることがないやん、何も。だから何もない時間にただただこう太陽の光が入った電車をこうやってボケーっと何をするでもなくこうやって眺めてるのって、なんかこの感覚久しく味わってなかったなと思って、すごいなんか平成かなって思って。ほんでさ、携帯がない時代やったとしたらさ、まあまああったくね、その対面にこうシートが並んでて、その向こう側に座ってる人とちょっと視線がさこう同じこう向きやん。やからちょっとこう目合っちゃったみたいな。今なんてマジでその対面の人見てても、もう誰一人こっちなんて見てないし、携帯みんな見てたり
音楽聴いてたり、誰も見てないから、なんかそういう気まずさもないし、なんか面白いよ。電車で携帯を見いひんの。僕は結構持っててもやるんやけど、なんか周りの人見てたらみんな携帯見てるから、まあ同じ空間にはいるけど意識だけはこの携帯の画面の中に行ってるわけやん。だからなんか自分だけ違う空間にいんのかなとか思ってきたりする。で美容室のその美容師さんじゃなくてそのアシスタントの方となんか喋ってて、そのちょっと携帯忘れたんでめっちゃ暇なんですよねとか言ってて、待ってる時に、そしたらさっき聞いてましたよって言って、でまあその人といろいろ喋ってて、まあその女性のアシスタントさんで何の話からか忘れたけど、なんか豆ですかみたいな話になって、なんか野菜育ててるみたいな話とかしてたんよ。で豆な何型ですかってなって、 B 型ですってなって、で僕割とそのメンズの中では豆な方やと思いますよって言って、ほんでそのちょっと待ってな、僕のその豆ポイントまず1、あれなくない？豆ポイントその1、まあその1ってかその1しかないねんけど、まあまずこのポーチ、バッグの中にポーチを入れてる。この中にティッシュとかなんかさ、リップとかさ、そういうの入れてる。薬とか、その急にパニックなったらやばいんで安定剤とか入れてたり、まあ外出た先で飲む抗うつ剤とか入れてたり、まあ、そういう薬とかリップとかティッシュとかを入れてるポーチがあるねん。だからこういうの多分持ってる人って少ないやん、メンズで。だからポーチとか持ってますよって言って、でそのポーチとか持ってますよっていう話する前にしてたんが、その鍵を僕裸で持っててみたいな話して、これがその家の鍵で、この鍵をもうポケットに入れてて、そのアシスタントの方が私鍵かけ忘れるんですよねみたいな、もう家でこういろいろ準備してバッてもう出ちゃったら家の鍵をかけ忘れちゃうことが多くて、地元でそれやってたんですけど東京来てもそれやってるみたいなこと言ってて、女性でそれやんの結構やばいっすねって言って喋ってたんやけど、あ、そういえば自分今日鍵ポケットに入れたまんまやと思って、でポケット触って、僕鍵これだけで持ってんすよって言って、って言われて見たことないですよそんな人って言われて、だからもうこの鍵このまんまとこのポーチを持ってるっていう、もう対極的なこの意味わからんことしてるなって初めて思って、もう鍵も2回落としてんねんな。で2回とも見つけるっていうなんか奇跡的なことをしてんねんけど、だから自分ってなんかどっかやっぱ変やなって思った。なんか鈴とかつけた方がいいですよって言われてそれはそうと思って、そんな感じの話でした。全然もっちりん食べてない。ちょっともう食えへんかも、甘すぎて。やっぱきな粉の方がいいかな。みたらしがちょっとくどいかも。うん。あとめっちゃ汚れるのがあれやな、みたらしは。あとなんかなかったっけ、きな粉みたらし、あとなんかあったよな、もう一つ。なんか3種類買おうと思ったけど、1つ3種類あるっけ。まあ1つしか売ってなくて、皆さんもぜひモッチュリン買ってみてください。もうとっくに食べてる人は食べてると思うけど、遅いよって思ってると思うけど、僕的にはもちろんきな粉がおすすめ。んで、あとなんか絶妙な位置じゃない、モッチュリン。なんか餅とそのドーナツの、餅とこうドーナツがあったらだいぶこう餅に寄りすぎてるというか、それやったらもう餅でいいんじゃないかって
いうところの絶妙なやっぱその度合いを攻めなあかんやん。ちょっとドーナツ寄りにもうちょっと寄せた方がいい気がすると思いました。ありがとうございました。